こんにちは。イラストレーターのネグです。今回は光についての動画となります。それではよろしくお願いいたします。ということで皆さん、影がぼやける仕組みご存知でしょうか？この動画を見終える頃には原理から理解ができているはずです。今回テーマにするのは光源です。光についての知識を深めると根拠に基づいて色を塗れるようになります。そして自分の絵にリアリティを持たせることもできるようになります。特に厚塗り系の絵柄に関心があるのなら光の知識は必ず役に立ちます。私のイラスト講座でも厚塗りについて解説しましたが、光の理解度が高いとより吸収が早いはずです。ちなみに、かかげ先生の動画でも私の講座を紹介していただきました。自慢しておきます。それでは、ハードライトとソフトライトについて解説を始めます。まずは、原理よりもイラストでの表現を見ていきましょう。そっちの方が楽しいですから。こちらは、左から強いハードライトで照らされているイラストです。ハードライトは名前から想像できる通りはっきりとした境界線や影を作ってくれます。骨のように複雑な形の物体が作る光のシルエットはとてもかっこよく見えますね。人物においても同様です。こちらはポケモンのファンアートですね。陰影のメリハリが強く立体感が伝わりやすいです。コントラストがあると光がさらに目立ち、迫力のあるイラストが出来上がりますね。そしてハードライトは強い視線誘導の力を持ちます。背景のあるイラストでも強いハードライトに照らされている部分は思わず目がいってしまいますね。このようにイラスト制作においてハードライトは非常に頼りになる存在で多くのイラストで使用しています。ではソフトライトはどんな光でしょうか？イラストを見てみましょう。こちらです。室内にいる時のライティングに近く、ハードライトよりも日常的に見ることができる光でしょう。横にハードライトのイラストを置いて比較してみます。ハードライトと違い、光と影の境界線がぼやけて見えますね。ただ、陰影のメリハリが小さく、視線誘導に使うのには難しいです。個人的にはハードライトよりもソフトライトの描写の方が難易度が高いと思っています。ですが、現実的にはハードライトとソフトライトを同時に描写することが多いです。例えばこちらをご覧ください。上からハードライトが降り注ぐイラストです。顔や手が光で照らされていますよね。実はこのような照らされた面が新たな光源となります。手が光源となってソフトライトが顔の一部を照らしています。このように反射光はソフトライトとして描くことが多いです。なので、ハードライトもソフトライトも両方理解する必要があります。ちなみにこの部分は両方とも影ですが、明暗に差があります。これは反射光の有無を考慮して描写した結果です。反射光に照らされていない部分の方が当然暗い色になります。それでは原理を理解していきましょう。まず、ハードライトとソフトライトの違いは何なのでしょうか？答えは光源の面積です。まずはハードライトでの描写を理解しましょう。光源の面積が小さい時にハードライトが発生します。この画像では点のように小さな光源を使用しているため、かなりわかりやすくハードライトが描写されています。私が初心者の頃は陰影はぼかした方がリアルに見えると思っていましたが、必ずしもそうではないことがわかります。そして光源の面積が小さい時ってどんな時ですかというと、例えばスポットライトや太陽の光などです。太陽はめちゃくちゃ大きいんですが、地球と途方もない距離があるためハードライトとして捉えます。意外とハードライトが発生する条件って難しそうですよね。でも、イラストのいいところは自分に都合よく描けるところです。原理を理解した上でかっこよくいろんなハードライトを描きましょう。光源から放たれた光がわかりやすく明暗を作ってくれます。はっきりと光が当たる部分と影の部分が生まれました。
ただ2色で構成されているかというとそうではありません。放線が光源に向いている面ほど明るくなるという特徴があります。放線というのは面に対して垂直な線のことです。これが難しいですよね。右の物体は明暗がすごくはっきりしていますが、滑らかな球体だと明暗のグラデーションの描写が難しいかもしれません。ですが、この描写をしなくていい裏技があります。その状況がこちらです。光の出力を強くしてみました。光が強いと明暗のグラデーションが生まれる間もなく全面が明るくなります。正直こちらの方が簡単に描写できます。私のイラストでもよく使用しています。思い切って質感すら白で飛ばすとめちゃくちゃ強い光に感じますよね。強い光が強力な視線誘導になりますし、描写の手間も省いてくれます。我々にとっては心強い味方ですね。ではソフトライトも勉強していきましょう。ハードライトと比べて光と影の境界線が曖昧ですね。そしてハードライトの時、影になっていた面も今では照らされています。これは光源の面積が大きいからこうなります。例えば面積の大きい光源って何でしょうか？それは曇りの時の空とかがまさしく大きな面光源ですね。このような知識を持って外を観察すると新しい発見もできるでしょう。しかし言葉でそう解説しても理解しづらくないでしょうか。なのでできるだけわかりやすく図解していきます。点をたくさん集めると面に見えますよね。信号機とかがわかりやすい例だと思います。小さい点が集まって一つの形を形成しています。この考え方を持つと非常に理解しやすくなると思います。まず点光源で球体を照らしてみます。この時点では先ほどのハードライトの解説と同じですね。そしてすぐ近くにも点光源を置いてみました。当然影のでき方は変わります。そしてこの2つを重ねてみると面白いことが起こります。影の中に明るい部分と暗い部分が生まれました。そして光源を3つにしてみましょう。さらに1つ追加。合計5つの光源を作りました。光源を増やすごとに影のグラデーションが滑らかになっていきましたよね。さっきの信号の例を思い出してみてください。点の集合体を面として捉えると、なぜ面光源が生み出す影がぼやけているか、これを見ると理解しやすいと思います。応用してみましょう。こちらは先ほどのハードライトを光源とした画像です。現実ではこのような描写になることは実はめったにありません。光に照らされた床が新たな面光源となるからですね。上からはハードライト、下からはソフトライトで照らされています。床に対して斜めの面よりも床に対して正面を向いている面の方がより明るいことが観察できますね。我々が日常的に見る物体はこのように複数の方向から照らされていることが大半です。では逆に一つの光源からしか照らされていないとどうなるでしょうか。このように影の部分が真っ暗になります。周りに壁も床もないから反射光がありません。逆に言えば影が真っ暗でないのなら少なからず光の影響を受けているということです。こちらのイラストで試してみましょう。上からスポットライトで人物を照らしています。ハードライト特有のメリハリが非常に目立ちますね。というよりは目立たせたいからハードライトで照らすという考え方です。そしてテーブルがその光を反射し、新たな面光源となっています。先ほどと同じ考え方ですね。制作過程を見ればわかりますが、影を描いているというよりは光を描いている作業なんですね。最初に暗い色で塗っておいて、光源からの光で立体感を作ります。ちなみに反射光がないとこのような描写になってしまいます。反射光を当てることで視認できるようにしてあげています。反射光の色選びについてです。
まず光の表現を学ぶには光を観察しましょう。写真1枚からでも勉強ができます。こちらをご覧ください。光が強く当たっているところほど明るく彩度が低い。そうでないところほど彩度が高くなっているのがわかります。これをイラストに活かしましょう。上からの光は強い光として表現したいので、鮮やかすぎずしっかり明度の高い色を選びます。逆に下からのソフトライトはそこまで強い光として表現しません。なので、先ほどの画像に倣って、明度の代わりに彩度を意識した色を置いてあげます。肌の色を比較するとこのような感じになっております。ハードライトは暖色の混じった白、ソフトライトはオレンジ色といった感じでしょうか。投げ縄ツールを使ってソフトブラシで下から反射光を塗ってあげます。ソフトライト特有の曖昧な境界線ができますね。こちらのイラストの制作過程と PSD も私の Pixiv ファンボックスで公開してあります。このように色塗りに関しては写真を観察するだけでも上達できることがあります。今回お話ししたことは光に関する一部の話です。まだまだ語り尽くすことはできませんが、これが誰かの役に立てれば幸いです。光の知識と面を描く技術が両立すると一気に描けるものが増えると思います。それではご視聴ありがとうございました。